お、どうした？このビデオを再生してるってことは、なんか元気がないとか、辛いなって思ってるってこと？よしよし、大丈夫やからな。はい、ぎゅー。元気出しや。ああ、大丈夫か？大声出しすぎたかな今の。ごめんな。うるさかったごめんね。まあ、なんや、落ち込んでる時って、まあ俺もよく落ち込むねんけどさ、ほんま些細なことで落ち込んでさ、寝る前ずっとそれが堂々巡りで考え巡って寝れへんとか、夢の中に出てくるとか結構あんねんけど、だから気持ちはめっちゃわかる。落ち込んでる時の気分な。うん、そう。でもな、そういう時に自分一人で考え込んでたら一番あかんな。まあなんかこれはわかるやろ。夜中に例えば部屋にいてさ、もうダメ。ついてなさすぎ。何やってもうまくいかんってさ、ずーっと思って、でもこれからどうしようって考えたらもうなんか、ネガティブなことで頭が覆い尽くされるやろ。だから、そういう時は、自分の中にこもらんと、ちゃんと自分の素直な考えとか感情を誰かに相談するべきやな。んで、相手から意見を取り入れたら、自分にとってはこんなに悲惨でもどうしようもないようなことでも人から見たら、ちょっとでもポジティブな意見がもらえたりすると思うねん。まあネガティブな意見が返ってきたらもうそれは受け取らんでええしな。だからできるだけたくさんの人にしいや話はな。だからこうやってなんか気分が落ち込んでてこの動画を聞いてちょっと気を紛らわそうか紛らわせる可能性があるんじゃないかって思ってこういう動画を選んだっていう時点で、結構いいことやと思うねんな。やっぱ人の言葉を聞くっていうのはとてもいいリフレッシュになるからね。そうそう。大したもんやな。偉いね。子供扱いすんなってか。まあまあまあ。そうそうそう。だからとてもいいことやと思うね。だから私以外にもなんか他の人の意見聞いて自分にとってスッて入ってくる自分の心にスッて入ってくるような言葉だけを受け取るようにしたらええと思うな。そしたらちょっとはなんやろう。こんなに落ち込んどったけどこういう見方もあるんやからなんかちょっと踏ん張れそうな気がするとか、人に喋ってる上で自分が悩んでることとか自分が思ってることが言語化されるからなんかすっきりする気分になることもあると思うねんな。やっぱ喋ることっていうのはいいストレス発散になるからな。できれば言葉で喋れるような相手、いなかったらまあインターネットでなんぼでも今探せるやろ。人が溢れてんねやからネットつないだらな。そういう人見つけて、話聞いてもらうっていうのはとてもええことやと思うな。もし相手いなかったらこのね模倣にね喋っていただいてもよろしいですがうさんくさいかちょっと、まあまあまあその辺は好きにしていただいてね、できる限りね関わる人には元気になってほしいなって思ってこの模倣のチャンネルやってるからね。それは私もなんか話してくれる人の状況に合わせてこの人にとって一番いい言葉って何やろうなって考えて、ちゃんとおべっかばっかじゃないでそら思ってもないようなことは言わんけどな、喜ばせたらええわとかそんなん思ってないけど、相談してくれたらええなと思うな。うんでこの動画っていうのはなんや台本がないからさある程度喋る項目決めて今喋ってんねんけど、次はさ次はってかなんかちょっとなんかなえるなしらけるかなんかめっちゃプログラム通り喋ってそうみたいな感じになるもんな。まあまあでもさなんかその辛いなって思ってる時に自分だけって思っちゃう時ってない？なんか俺だけが不幸やもう俺だけがこのなんか泥沼の中にいるんやみたいな感覚な。でもそういう時に、あらかじめね心の中にあったらちょっと気楽になるかもしれへん言葉が自分だけじゃなくて基本的にこの世の中みんなが人生っていうのは泥の中におるって思っときでも今 SNS があれやろ。だから SNS ってなんか自分の人生のいい瞬間とか楽しい瞬間しか基本的にシェアせえへんやん。なんかネガティブなことをシェアする人もいるかもしれんけど基本的にそういうのってさあんまりみんなに注目されへんからポジティブなことばっかシェアされるやん。だからそれを見て
自分と同世代の子たちのなんか輝ける青春の一幕ばっかがさ、ネット上に溢れ返るわけやん。ダダダダダってな。それ見て、なんかこの人らに比べて私って不幸、私だけが取り残されてるみたいな感覚になると思うねんけど、そういう人たちも蓋を開けてみたら、なんか嫌なこととか最悪なこと、ついてないこと、めっちゃあると思うねんな。そうそうそう。SNS によってちょっと感覚が麻痺してる部分はあると思うねんけど、そうそう。どんな人でも泥沼に使ってあがくような感覚を味わってる人ってのはいると思うねん。まあ中にはずっと人生スキップしながらずっとラッキーですわみたいな人もな、ほんとミリのミリでいるかもしれんけど、大半は泥沼の中やと思うねん。だから自分だけやって思わんかったら、もうみんな泥沼の中でなんとか楽しくあろうと思ってるって思ったら、ちょっと楽にならへんかな。どうかな。まああくまでこれもね、私がこうなんちゃうか、こういう考え方あったらなんか楽なるんちゃうかって思って言ってることやから、いやそんなことないですって思ったらもうそれでええからな。で、そういう時にさ、なんかその SNS とちょっと関連するけど、周囲と人を比べてるとさ、なんか疲れてしまう、余計自分の悪いとこばっかが目についてしまうっていうのあると思うけど、でそれをきっかけにさ、自分なんてダメやからもう消えてしまいたい、もう自分みたいな、なんか脳なしはもうこの世にいるべきではないって思ってしまうような人っていると思うねん。でもそんな時ちょっと待って、死にたいともし思ってるんやったらちょっと待って。まず確実に言えるのは、今この動画を見ているそこのあなた、あなたに言っていますよ。なんか死にたいなんて言うような人ではないあなたは。これは言い切れる、本当に。もしこのね、今あなたが、なんやろうか、道歩いてる人をすれ違うたびにぶん殴るのが好きですとか、おばあちゃんに電話かけて金振り込んでもらうのが最高に楽しいですとか、なんかコンビニ行ったらとりあえずなんかちっちゃいもの盗んでますとか、なんかそういう人やったら、なんかもうこんな悪い私は死にとうございますって言ったら、どうぞどうぞってなるかもしれんけど、そんなんじゃないやろ。まあ言うたら、でも逆に言ったらそういうさ、極悪人が世の中たくさんいる中で、その人たちはそんなことしてまで生きてるわけやねんね。そんな悪党やのに死にたいとも罪悪感を感じず生きてる中で、なんであなたのような人がね、死にたいと思っているのかっていう話ではあるやろ。なんかバカバカしくない？そう考えたら。もしなんか、完全に内省的に自分の要因で全てが嫌だって思ってる人もいるかもしれんけど、もし何かの別の自分以外の要因で嫌だって思ってるんやったら、そんな嫌だって思う嫌な存在によってさ、自分の人生が悪くされてるって、なんかもうその状況がアホらしくない？なんかな。まあそうそう、そういう考えもあるし、あと自分がダメやって思う人におすすめなこと、とりあえず外に出て、できるだけ明るいうちがいいわ。夜は怖いからな。危ないしな。人もおらんかもしれんし。で、街に行ってみ。街に出かけて、広場とか、駅とかでもええわ。人通りが多いとこ行ってみ、とりあえず。で、なんか歩いてる人たちとか、その広場で待ち合わせしてる人とかをザーって見てみ。パチンコ屋の前とかでもええわ。ちょっと、なんか嫌な感じに聞こえたらごめんな。パチンコとか好きな人で。そうすると、多分自分よりも、ちょっと言葉悪いけどな。なんか、何してんのこの人みたいな。大丈夫なみたいな。大丈夫そうみたいな感じの雰囲気の人たちが、結構普通に楽しそうに、なんか、平然と生活している姿が見れると思うねんな。言ったら、よく人間って、上を向いて歩こうとか、下は向くな。自分より下なんて見るな。どんどん成長。上を見ろって言うけど、落ち込んでる時ぐらいは下を見たってええと思うんで。言うたら、あなたよりダメな人は、この世の中もう探せばたくさんいる。本当に。能力的な意味でね。こんな能力でさ、人を測るの好きじゃないけど、もし能力を気にして自分なんてダメやって思ったら、そんなんもう全然優秀。本当に。この悩んでる時点で優秀。本当のダメな人は悩みません。本当に。
本当にダメなやつは悩みもせんから、本当に。うん、そうそうそう。悩んでる時点で優秀やで、ほんまな。うん。だから大丈夫やでって話な。うん。そう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 。んでさ、まあ、なんやろうか。そうやって、なんか自分がこう、落ち込んでる時って、まあ普段の生活もそうかもしれんけど、落ち込んでる人な。うん、なんかもう自分なんてダメやって思って人と関わることも避けてできるだけ一人でいようとか思うこともあると思うねんけど、まあ実際この動画を作ってる私も別に明るい外向きの人間じゃないねんな。まあそれわかるかな、でも動画の雰囲気で。完全なポジティブな陽キャの人間がこんなチャンネル運営してませんっていうのはまあなんとなくわかるかもしれんけど、うん。でもそうそうそう。だから、まあ自分もそういう暗い側の、ネガティブな側の人間やから言えることでもあんな、そういう経験者でもある。これは経験者やから言えることやねんけど、うん。一番本当にダメなこと。一番やっちゃダメなことってね、まあこれも意見の一つやから皆さんもねなんか聞いてあそうやなって思ったり思わんかったりしてな、うん、消極的になることが一番あかん。自分の良さ自分らしさを隠して消極的になることが一番あかん。本当に自分の心に素直になって。本当になりやしつこいでも本当にそう。これは本当に隠してる期間が長ければ長いほど絶対後で後悔すると思う。うん。言ったら典型的なパターンが例がいい子ちゃん。誰から見てもいい子やな、真面目やなって言われるようなそこのあなた。まあ本当にそれが本来の自分であれば別に何も言うことないねんで。でもそんなやつおるなんか決まりは全て守ります。うん、友達の信頼答えます。約束絶対守ります。うん、なんかそういう人おる、うん、もう自然とそれができる人おる。自分をちゃんと律して、なんか自分らしさをある程度削って、節制してるからそういうことができるんやろ。どうかななんか決めつけみたいな言葉になっちゃうけど、うん、そうそうそう。でもな、なんか、そういういい子ちゃんぶってたら何が起こるかっていうと、その人が見えへんねん。うん、あまりにも完成されすぎてて。うん、だって、今言うたように人間は多分本能的にそんなやつおらんって思ってんねん。うん、そんないい子すぎる人なんておらんみたいな。うん。やからこそなんか不気味に見えんねんな。なんかそういう全く落ち度がない人。なんかずーっと落ち度がないように振る舞ってる人。うん。だからこそ、ちゃんと自分のダメな部分を出して、そうそうそう。まあ、別にダメな部分だけを出せってわけじゃないで、そのなんか自分のなんか、なんやろ、規則からはみ出た部分でも出してみたら、なんかそれと共鳴するような人っていうのは必ずいると思うね。このね、めっちゃ人いるわけやからな、周りに。そうそうそう。だから、自分らしさを出していけば、今もまあ人間関係に満足してる人もいるかもしれんけど、その人間関係がもっと良くなると思う。うん。っていうのは自分の経験談かな。うん。なんか自分、いい子ちゃんぶらないで、ちゃんと自分のダメなとこを相手に言うとかな。こういうとこがあんねんとかな。うん。っていうのはとても大切なことやと思うな。うん。どうやろうか。うん。まあ参考にしてみてな。あ、そうすればうまくいくんだ。じゃあ自分らしさ全開だって、まあ何事もバランスは大事やからな。うん。まあ、でもさやな、なんかその、今自分がダメやって思ってんのやったら変わりたいって思ってさ、なんかちょっとずつ意識変えていろんなこと試していきながらね、その自分の出し方もバランス加減があるって今言ったけど、うん、なんかバランス感覚を測っていくってのはとてもいいことだと思う。もう変わりたいって思ってる時点で絶対いい方向にゆっくり向かうからな。うん、そうそうそう。人間、気持ち大事。ほんとね。うん、なんかうさんくさい言葉やけど、気持ちは大事や。ほんまな。そう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 。うん。そうやな。これぐらいかな。とりあえず言いたいことのすべては。結構長々と喋ったかな。うん。まあ、んで、まあこれ、モフオのチャンネルやんか。うん、私、モフオって言うんやけどな。うん、なんじゃその名前って思った
まあまあまあ、それはね、ちょっと面白おかしくネット上で活動するときの名前考えるときに考えたんやけど、まあそんな感じの名前で、まあこのチャンネル自体が自分が元気がなかった時に人の声で元気になったっていう経験があったから、なんかその自分もそういうことができたらええなって思ってやってんねんな。まあなんかちょっとたまに変なお芝居もやってるけど元気づけるだけじゃなくてな、オラーみたいなことも言うたりしてるかもしれんけど、まあ基本的にはそういうコンセプトでやってるから、もし、なんやろうな、あなたが元気がない時は、できるだけね、まあ関わる上で、冒頭でもちょっと言うたかな、なんか関わる人にとってよくある、よくありたいと思ってるからさ、そうそうそう。だからもし元気がない時は、元気づけてあげますよ、本当ね。まあできる限りやけどな、もちろんな。そんななんか本当いつも隣にいる隣人ぐらいのレベルで元気づけてあげられることはできんかもしれんけど、ちょっとにやりみたいなぐらいのレベルでは元気づけてあげたいなと思ってんねんな。こんな人もおんねんな、みたいな感じでな。愉快な人やな、みたいな感じで笑ってもらえたらええなって思ってんねんな。そう、だから、もし今死にたいとか、ブルーな気持ちになってるそこのあなた、元気だしや、全然大丈夫なんやからな。がぜ優秀、文句つけどころなし、ただちょっと非積極的なだけやねんか、もうちょっと自分らしさもうギャンギャン出して、良さどんどん周りの人に知ってもらい、ほんまな。そんなんじゃないから。もし今自分がダメやって思ったらそんなもんじゃないから、ほんまな。どんどん良くなっていいから、これからな。問題ないぞ。じゃあ最後にこの、ねちょっと茶番ですけど、茶番やけど、めっちゃ噛んだ。ボイスシチュエーションの定番のぎゅーとよしよしやって、お別れにしましょうか。ほら、こっちにおいで。はい、ぎゅー。よしよし。絶対大丈夫やからな。簡単なことじゃないわ、しょうもないことで落ち込んだらあかんぞ。よしよし、大丈夫やぞ。じゃあまたね。